ギタリストのめぐです。はい、ドラムのサッシュです。はい、よろしくお願いします。今日も会議をやっていこうと思いますけど、未だにプロジェクト名は決まっておりませんが、今日そういうこととかも、話進めていけたらなと思っております。とりあえず今日の会議について、アジェンダ、議題の確認をずらーっとやっていこうと思うんですけど、1個目はもうこれですね、プロジェクト名の話。はい、今日こそは決めていきたいなっていう所存でございます、はい、そして2つ目、サッシー曲の話。これはだいぶ序盤から話しているサッシーが作った、我々の記念すべきオリジナル1曲目ということになるのかな、その楽曲についての話をしていけたらなと思っております。はい、3個目が、カバー曲の話。これは先日 SNS とかでもお知らせしてますけど、はるかのレコーディングが終わってその後またいろいろ進んでいるので、この楽曲の進捗確認報告とその他付随することについて話していけたらなと思ってます。はい、4つ目、これがデリバさん楽曲の話。皆さんにちょっとデモとかも聞いてもらいたいなと思いつつ、いろいろそのプロジェクトの話をしていけたらなと思いますし、はい、でこれがね5つ目なんですけど、これはちょっと提案というか、以前出した動画でおまけ会で、僕とサッシーがパッて作った BGM についてちょっと提案があるので、そのことについて話していけたらなと思っております。はい、ということで、今回も会議進めていきたいなと思ってます。で毎回恒例になってたんですけど、動画にいただいてたコメント、毎回ね紹介したりとかするんですけど、実はこれリアルタイムで言うと今9月15日で、9月18日水曜日に我々の初めての生配信をやっていこうかなっていうことで、そっちで一気にコメントを紹介していこうかなって思うので、今回は動画コメントの紹介を割愛していこうかなと思います。ここから会議進めていこうと思うんですが、まずはお知らせです。参加させてもらうツアー、タコスでピタゴラス、ツアーでいいんですかね、の方に参加させていただきます。9月の21日初日埼玉であります。詳細は多分この辺にメグがいろいろしてくれてると思うので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。はい、ということで、今日の会議を進めていこうと思いますが、1個目のプロジェクト名の話。これは今日は気合だいぶ入ってるよ。もう決めるんだ今日決めるんだってワンクールぐらいねだいぶ引っ張ってる、ということでね、以前からお話ししてたロゴ作ってみよう、そしてこの視覚的なアプローチからももしかしたら決め手になる要素があるんじゃないかっていうことで、まずは、僕の知り合いのデザイナーにお願いして実はロゴを作ってもらいました。今からこれ見てもらうんだけど、なんか流れ的にはさ、いきなり僕電話して、実はプロジェクト名決まってないんだけどロゴを作ってもらえませんみたいな感じで話してて、その他また積もる話があったから、この電話口でお互いのこの近況報告みたいなことをしながらやってるうちに、なんかこの作業しながら電話してくれてたみたいで、この電話口で全部できたっていうだからこれもまたプロのデザイナーさんなんで、このアーシャ撮影のカメラマン同様、やっぱプロってすごいなみたいな現段階では叩きっていうところなんですけど、こういうところから会議で話を詰めて、プロジェクト名が決まったらもうちょっと具体的にデザインのギミックとかを放り込んでってもらうっていう感じで、まだ完成品では全然ないんですけど、とりあえずこの2つの候補を挙げてもらいました。ドン！これが、ダブルスリッターとダブルスリットエフェクトで文字ちょっと並べてみて、でなんかこの二重スリット実験とかにちなんだなんかそれっぽいロゴマークを作ってもらってます。こうやって見るとなんですけど、僕の意見からちょっと言わせてもらっていい？僕ダブルスリッター派になったわこれ見て俺もそうかな、なんか、収まりがなんかいいよね。いい、これだけ見るとさ、パッと見るとなんかスポーツウェアのブランドみたいにも見えなくもないけど
とりあえずこのダブルスリッターの方が文字数が少なくてシンプルだから強いなんか字面が、なんか見た感じやっぱ俺もこの感じで見るとやっぱ一発のやっぱ重みがあるよね。ドーンって感じなんだよ、ドーンって感じがしたね。っていうことでもうこれダブルスリッターで決定でいいんじゃないでしょうかと、我々がもう決めましょうそこはじゃあ決めます、我々のプロジェクト名こちらで大決定させていただきます。ダブルスリッターでお願いします。お願いします。すごいやっとこれでそれで調べられますねそうだね、まあ、略してダブスリってことなんですけど、これから、ね、冒頭の挨拶もダブルスリッターギタリストのメグですみたいなことから始められるわけですよ、なんか関係者とかに話する時もね、なんかサッシーとやってるやつっていう感じの、紹介の仕方だったから、そうこれでようやく名前が決まっていろいろ進めていきやすくなるなっていうところでございます。じゃあ晴れてプロジェクト名が決まったところで、これまたプロジェクト名決まったという旨をデザイナーさんにもお伝えして、最終的なロゴの詰めっていうのをやっていってもらおうかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、そして続きまして議題ですけども、サッシー曲の話、タイトルが、ダブルスリットエフェクトって、こちらはそっちの方で名前が決まってるんですけど、今もう僕のギターのレコーディングも無事終わりまして、シンセ系とかその辺もまとめてミックスを、この曲のミックスはオッキーにお願いしようかなと思って、以前からちょこちょこ話題に出てくるスタッフですけど、2回目の会議にも出演してくれました彼にお願いしようと思ってまして、初稿みたいのが上がってきてるんだよね、なのでちょっと今から初稿に対しての修正案みたいのをこのグループの意見としてまとめていこうかなっていうふうに思うので、それでミックスマスタリングで終えたらまたリリースに向けた準備ができるようになるので、サッシーの中ではどういうところが気になったかなっていう。なんかすごい大きいって感じだったね、なんかそうだね、そう全部バーンみたいな感じだったから、全部バーンみたいな感じだっただからそれこそ金物をちょっと下げたらいいかなって思った、太鼓は。金物一応なんか僕の中でもその、ドラムのことなので基本的にはサッシーにお任せしようかなと思ってるんだけど、クラッシュうるせえなって思ったので、ハットとライドはもうちょっと聞こえてもいいかなって思ったんだけど、その辺はどう？この金物、オーバートップかなが下がればバランス取れるんじゃないかなと思いつつ、足りなければ足す感じでいいんじゃないかな。なんかね A メロで僕が2拍3連っぽくギター弾くところとかでもさ、あれ合わせてライド鳴らしたりとかしてんじゃん、あそことかもっと聞こえてもいいなって思ったけど、このライドとギターのこのアンサンブルがしっかり聴けるといいかなと思って、基本的にはでもそれぐらいだったかな。なんかいいんじゃない？なんかね、あとはね、僕の中でギターがちょっとハイに寄りすぎてる気がしてて、もう少しローミドルが欲しいんだよな。ちょっとそれは一回試しにやってみてもらおうかなと思ってる。でもそうだね、その他は僕も結構おおむねいい感じかなって思ってるので、この2点かな、返しで、渡して修正したものをまたセッションしていきましょうか。この辺がまとまってきたら、この曲も今度リリースに向けていろいろ進めていけるし、これもね、実はそのおまけ会、今回サッシーが沖縄に来たっていうので3本撮って出したけど、3本以外にもね、実はこのダブルスリットエフェクトのドラムの動画っていうのを僕のスタジオでね、実は撮ったりとかしたんで、そういう動画のリリースとかっていうのもまたできるかなっていう感じですね。じゃあサッシー曲についてはそんな感じで、続きまして、カバー曲の話。この打ち合わせ動画自体は結構久しぶりだけど、前回からはるかのレコーディングもね行われたので、僕は沖縄からリモートで参加して、現地ではサッシーとオッキーにい
ろいろやってもらった動いてもらったっていう感じでしたけど、うんうん、どうだった久しぶりにはるかと会ったと思うけど。いやなんかもう変わらないよね変わらない空相変わらず気感もそう歌もうんうんバッチリだし、うんうんほんとね何もしてないよマジで優秀すぎておお水を提供しただけだよあもうはるかさんどうぞっつってそうそうそうだいぶ心強かったな。だからねそのレコーディング終わって僕の方でまた今ミックス作業っていうのはこの曲に関して僕がやってるんだけど、いろいろ扱いやすいですさすがって感じ。はるかのレコーディングと同時に撮影とかもしたし、俺ね僕のギターパートとかもそうだけどサッシーのドラムパートもまたね動画撮っていってみて、動画コンテンツとしてもリリースできるように準備していきたいね。そうね動画、うん、ちょっと撮りながらだけど、ドラバゴの時も似たような、エルドラのこの空間撮ってたから、それとのなんかうまい差別化ができるといいなとも思いつつ、ちょっと撮ってみて、どういう画角がメグ的にメグチョイスというか、そこのディレクションでいい感じにできたらいいなと思いつつ、で何パターンか撮るでもいいし一度撮ってみたものを、そっかでも一回僕がだからラフミックス作ってそれを投げといた方がいいのか。あると助かります。そしたらねすぐ撮影取り掛かれるって感じなので、それはそれでやるとして僕も撮るわそうだね撮っていろいろ絵見てみて、どうしてもねお互い違うところで撮影っていうことになってるので絵のバランスがどうなるか問題はあるけどちゃんとクールな感じでリリースできるように調整していきましょうか。はい。まだね具体的な曲名とかは、実は1回この会議で言っちゃってるけど1回しか言ってなくて、その後ずっとなんかふわってさせてるけど、お楽しみにっていう感じですね何の曲をやってるのかみたいな。それこそ見返せばわかるんですけど結構だからやっぱはるかの歌っていうこともあってだいぶ自信あるな。皆さんに衝撃を受けてもらえるんじゃないかっていうふうには感じてますけど、カバー曲についてはそんな感じでございます。続きましてデリバさん楽曲についてのお話なんですけど、はい、前回の動画でお話ししてたのは僕が要は B 面っぽい曲できちゃったみたいな話で、それをサッシに聞いてもらったところで止まってると思うんですけど、その後ですね一応 A 面っぽい曲もできたんですよ。この A 面っぽい曲と B 面っぽい曲両方に AI に仮歌を歌ってもらって、 AI って愛じゃないよR&B シンガーの愛じゃなくてアーティフィシャルインテリジェンスの方のAI に歌ってもらったデモを用意したので、ちょっとそれをサッシにも聞いてもらいつつ皆さんにも聞いてもらおうかなと思っております。とりあえず、その A 面っぽい曲から聴いてもらおうと思います。仮タイトルはデリバ1って立ってるんですけど、聞いてみてください。こんな感じです。ラララリンロラララララララリンロハハハハリンロラララララララハハハラララララララこんな感じの楽曲です。なんか、イメージ的にはねデリバさんがラーメンみたいな、このモデルさんが歩くようなさデベソっていうの、このステージからつってっ張ってるところをこうやって踊りながらなんかド派手な衣装で踊りながらこう踊りながら前に出てくる、そういう感じの絵を想像しながら作ったって感じだけど、今ねだから AI で言ってる仮歌も女性の声でラララメインで入れてもらって、入れたんだけどさ、声は女性だけどなんとなく仮歌入れた方がイメージしやすいかなと思って、これ入れてっていう感じです。どうですか、なんかこれ聞いてみて。最初にエドも話してくれたけど、コミカルな
イメージもあるじゃん、TikTok とかのやっぱ印象で。だけど割とこうクール系な感じで踊ってるニュアンスが見えたのかな。ああ、そうだね。楽曲からそういう感じかも。うんこれだと結構本人がライブとかやるときとかも盛り上がるパーティー中みたいなことになるんじゃないかなと思って、すげえいい感じだといわゆる僕の中では A 面の曲として最適かなっていう感じの雰囲気、で前回の B 面っぽい曲から作ってしまったというやつを聴いてもらおうかなと思います。引き続きはい、それでは聴いてみてください。はい。なんとこの曲、前回サッシに聴いてもらった段階でもそうだったんですけど、驚くべきことにギターが入っておりません。まだどうやって曲書いたんだよって感じだけどいやでもねまだ出してないけど、俺もねもうドラムは入ってないね生の要素はやっぱねなくていいなってなっちゃった。やっぱそういうのをフレキシブルにできるのがこのプロジェクトの良さなのかなとも思いながら作ってるので、これもまさにそういう感じ、どっちかっていうとこう悲壮感にあふれるゲイみたいな感じのおそらく本人のさ中でもこの今までの人生の中でいろいろ大変なこととかあったと思うんだけど、その悲壮感をこの楽曲の歌にぶちまけてほしいなっていうその、こんなことがあった私かわいそうでしょぐらいのこの、なんていうのかな、それをさ素でやるとちょっとそれはきついかもって弾いちゃうけど、歌っていうので表現するのにはそれはそれで人間らしさというかこの人の滑稽な部分とか美しい部分を描写できるのかなと思って、そういうのをイメージした感じの曲ですね。カリメロのやっぱこうシンセとか、エレピみたいなやつのメロディーよりもやっぱ声のニュアンスが入ってくる方がやっぱ曲のそういう感情の部分だったりとか読み取りやすくなるなって思ったな。そうだね。だからなんか僕のこの曲2曲が今上がってってて、今後サッシーの曲とかも上がったタイミングでみんなに聴いてもらおうかなと思うんだけど、その前に僕の方でこの AI に仮歌を歌わせたやつっていうのまではちょっとやろうかなと思ってて、それでなんか逐一みんなに聴いてもらってこういう感じだよって言って、でこれをデリバさんにも提案しつつっていう流れにしようかなと思うんですけど、実際サッシーの方はどうですか、曲の方は。だいたいこの側はできててメロディーをこう詰めつつって感じかな。なんかねでもねアレンジは全然納得はいってなくて、一旦そのメロ当ててみてから見えるものもあるだろうなって思ってメロに今取り掛かってるところです。そっか、じゃあアレンジ面についてもちょっと僕の方でも一回精査して、整理してでこの仮歌はめてみてっていうところで、一旦そのデモとして仕上げていきましょうか。はいっていう感じでデリバさん楽曲についてのお話でした。はい、そしたら続きましての議題ですけども、こちらはちょっと視聴者さんにとっても嬉しい提案になるといいなと思いつつ、サッシーにも提案って感じなんですけど、前回のそのおまけ会で、おまけ会4かなで作った BGM があるじゃないですか。サッシーに無茶ぶりして6連符から始まってビートが8小節かっていうのを作ったんですけど、これはねもう皆さんに無料配布していいかなっても思ってて、例えばだから無料配布っつったらちょっとそのプラットフォームとかの規約とかも見ていかないといけないけど、例えばギガファイル便に入れて何日間限定で公開みたいな感じ
でダウンロードしてもらって、例えばそういう動画コンテンツ作ってる人がいるんだったら BGM で使ってもらってもいいし、なんかまあ別にダウンロードして個人的に楽しむもよしっていう感じかな。言うと著作権っていうのはこのダブルスリッターの名義になるので、ジャスラックから問い合わせは来ないようにはなってます。 YouTube で使うにもね、なんかいろいろクレームみたいのがつかないような状態になってます。で原版権っていう部分においても、僕らの原版権なので全然使用してくださいっていうスタンスなので、っていう風にできたらいいのかなと思っていいし、なんか使ってもらえたら嬉しいよね。ね、もしよければってところですけど、だからそうだな、限定100日ってことにしようか。この動画を公開してから、なんかギガファイル便とかだったらね、最大100日限定とかできたと思うし、この動画の公開から100日間は無料でダウンロードできますので、まあ個人的に楽しむもよし、自分で発信とかされてる方は、よければ BGM として使ってほしいなっていう感じですね。まあなんかビートが8小節しかないけど、どうなんだろう、こういうの自分たちで編集してループとかさせたりとかできるのかな、みんな。どうだろうね。俺らはもう DAW 使ってるから、ここでつまんでここでループしてとかね、やっちゃうけど、もうちょっとあれかな、伸ばしてあげた方がいいかな、そういう。なんかもしかしたらそうかもね。そういうちょっとバージョンがあるとより使いやすくはなりそうな気がしている。はいはいはい。OK、じゃあ16小節にしとくわ、ビートに関してはね。だからそれよりあとはもうご自身で編集するなり煮るなり焼くなりしてもらって、それで使ってもらえたらなという感じですかね。っていう感じで、無料配布します。ぜひぜひ使ってください。お願いします。BGM の無料ダウンロードについて追加のお知らせになります。この度ダブルスリッターの公式 LINE アカウントを立ち上げました。こちらの方友達登録していただければ、この BGM の無料ダウンロード URL 案内させていただきます。またこの公式 LINE アカウントについては、今後ダブルスリッターの情報を優先的に皆様にお知らせしていこうと思ってますので、ぜひ登録の上、引き続きダブルスリッターの活動を応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今日の会議はこんな感じなんですけど、まあサクッとまとめていくと、プロジェクト名ダブルスリッターに決定しました。で、サッシー曲は今ミックスの修正を内容をまとめたので、それをお気に入れて、またちょっとキャッチボールしながら、もう最終の仕上げ段階に差し掛かっていこうっていう話になっております。でカバー曲については、僕が今絶賛ミックス頑張ってる最中で、その曲の動画についてもいろいろサッシーの方でも僕の方でも撮影していきながらどういう風に出せるかっていうのを模索していきます。でデリバさん楽曲については聴いてもらった通りのデモが上がってきてます。でプラスアルファでここからサッシーの曲が上がってきたりとかして、それを僕の方でまとめて仮歌はめたりとかして、またさらに候補曲として、皆さんに聴いてもらえるようにしていこうかなっていう段階です。僕の曲に関しては先に本人に投げてこうかな、こんな感じで上がってきていいよっつって投げておいて聴いてもらおうかなと思います。そして BGM 曲の無料配布はい、こちら無料で概要欄に貼ってるので、ぜひダウンロードしてみてください。よろしくお願いします。はい、っていう感じで、どうでしたか今日の会議は。もう良かったね、プロジェクト名が。そうだね。何よりそれに尽きるな。そう、最終回をプロジェクト名に関しては、ここから終わりの始まりを。そうだね。そう、ここから始まりますから。ダブルスリッター。よかったよかった、本当にダブルスリッターでだから多分ね、もうチャンネル名もこの動画公開するタイミングぐらいで変わってるかな。ダブルスリッターって名前。いいね、なんかね。そうそう、だからそれで言うと、アーシャとかも撮ったから、もうそれもいいね、アイコンとか変わってると思うので、いよいよそれっぽくなってきたっていう。いや、いいね。もう飛んできたら、通知来て飛んできたら、なんかこういうことになってたんだみたいな。ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど。そうだね。でもいいんじゃないかな。ちょっとテンション上がってくると思います。はい、ということで、
今日も会議やってきました。最後にさっしー僕の順番で、視聴者の皆さんにメッセージお伝えして終わっていこうかなと思います。さっしーさん、お願いします。この度は皆様のお力添えもありつつようやくプロジェクト名が決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いろんなね、本当にいろいろコメントでもアイディアとか一票投じてくれたりだったりとか、そういうのもすごいこう考えつつ、まあ実際今回決まりましたけども、このロゴのアイディア見て、でもそれをこう2人でもうこれだねっていう風な段取りができたのも、ここまでやっぱ応援してくれた皆様のおかげだと思ってます。ここからちょっとダブルスイッターやっていくんで、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕からもでも大体サッシーと同じような内容ですけど、まあ、なんかこの前サッシーが来ておまけ会もいっぱい、出すことができて、こうダブルスリッターの中身っていうのがどんどん煮詰まってきてる感じが、あって、まあ、僕自身もすごく楽しめてるし、これを見てる皆さんも楽しんでくれてたらすごく嬉しいなって思います。リアルタイムで言うとこの後になるんだけど、初めての生配信、まあどういう回になったかちょっと僕らはまだ知らないけど、またそういうこととかもね、積極的にやっていけたらいいと思いますので、引き続きぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回はこんな感じになります。いいねと思ったらチャンネル登録、いいねボタンお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。ダブルスリッターのメグとダブルスイッタードラマサッシュでした。バイバーイ。